ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2023年6月17日、土曜日になります。今私は、このレガードネオプラスの生みの親 LT キャンパーズさんの方に向かっているところです。先週お友達と出かけた際にちょっとした不具合があって、その原因がわからなかったので、電話で確認したところ一回見せてくださいということでしたので、今向かっているところです。早く治ってくれるといいんですけど、来週もまた出かける予定なので、暑い中クーラーをガンガン使えるようにしてみたいなと思いますね。それでは先に、どのような不具合が起きたのかということを説明してみたいと思います。レガードに乗っているお友達と、一緒に RV パークに先日泊まってさくらんぼ狩りに行ったんですけれども、その際に起きた不具合なんですね。でそれはどういう状況だったかというと、まず、皆さんこの暑い時期ですからエアコンの稼働時間というのを、どのぐらい持つのっていう話になったわけです。で、我が家はこのレガードが来て本格的な夏をまだ過ごしていないので、日中の 3,4 時間使った程度だったんですね。なので一晩つけっぱなしにするということをまだ試したことがなかったんです。それをお友達に言ったら、いやーそれはやっぱり先に夏本番前に、一度テストした方がいいんじゃない？で特に今日は RV パークだから電源も取れるし、いざとなったら電源つなげばいいじゃない？だからやってみたらということだったんです。確かにそれもそうだなと思ってテストしてみることにしました。以前ですね LT キャンパーズの社長の牛山さんから、リチウムが428積んであって一晩でどのぐらい使うかっていう話を伺った時に、夕方の6時から翌日の朝6時までの12時間で、照明、冷蔵庫、テレビ、あとエアコンをつけた状態で約200から220アンペアぐらい使うんだよっていう話を伺ってたんですね。で428のリチウムだから半分ぐらいだから安心でしょっていう話を伺っていましたので、実際に同じ状況のもとでやってみたいなと思ったので、夕方の6時からテストをしようと思って、その前にサブバッテリーを満充電にしようということで、初めて外部電源につないで電気をサブバッテリーに取り入れるようにしてみました。ところがしばらく経ってもボトロニックの残量計ですね、サブバッテリーの残量計が増えていなかったんですね。で電源をつないで冷蔵庫しか使っていない状況、照明も落としていますしエアコンもつけてはいないんですけれども、その段階で通常でしたら少しずつでも、残量計が上がっていっていいはずなんですね。ところが全然上がらない。この状況で皆さんだったら何をまず疑いますか？私は、電源コードをまず疑いました。というのも納車されてからずっと後ろの荷室にあったままだったので使っていなかったんですね。なのでもしかしたら電源が、どっかしらでコードが断裂しているのかなと思ってまずコードを疑ったわけです。でその時にその周りのお友達がじゃあ僕の使ってみなよということで、同じレガードですから、電源コードを借りてそして、つないでみたわけですね。そしたらまたしばらくして見ても残量計が変わっていなかったんです。でこれってじゃあ電源コードじゃなかったのかなって思って、次に考えられることとしたら、その RV パークには5サイト電源サイトがあって、でもしかしたら大元から一番端になっていたので電圧が少し弱くなっているんじゃないかということで、真ん中の車と位置を交換して
外部電源を挿してみたんですね。で両端の、サイトの人たちは充電できていたんですけれども、しばらく経ってみてもやはり私のこのレガードだけが残量計が上がっていかなかった、電気が入っていってないということになったわけです。でいやここまで来るとなんでなんだろうって思ったんですが、ちょっと夜遅くなってしまったので、そのまま、外部電源をつなげた状態で一晩休みました。で、一晩休んで朝の写真だけは撮ったんですけれども、それが今こちらの方に出ていると思います。冷蔵庫だけをつけて、夜は照明も落としてますし、もちろんエアコンもつけていない、テレビも見ていない、こういう状況で、残量計が 70% ぐらいっていうのはどう考えてもおかしいですよね。一晩、外部から電源を取っているわけですから。なのでいやこれはなんかおかしいなと思いながらも、やっぱりさくらんぼ狩りの方にみんなで一緒に行ったわけですね。で、RV パークからさくらんぼの、農園までは15分から20分ぐらいしか、走行していないんです。でそこで現地に着いて一応念のためにボトロニックの、表示を見たら、なんと 100% になっていたんです。でいや20分で 100% には絶対ならないわけですね。通常1時間で走行充電は70アンペアぐらいだって言われていたので、たった20分で、30% アップってことは130ぐらいのアンペアが入ったっていう表示と同じなんですね。でこれって絶対におかしいなと思って、ただ、精神的には、100% にボトルネックがなっているので、ある意味ちょっと安心しながら帰ってきたわけです。それでもう一応念のために LT キャンパーズさんに事の次第を伝えて、どうだろうかという話をしたんですけれども、そしたらいやそれは言葉だけだとわからないから、一回時間のある時に店に来てくださいと。そして実際に、電圧とかそういう細かいところをチェックしてみないと何とも言えませんねということで、今回 LT キャンパーズさんに向かうことにしたわけです。 LT キャンパーズさんに到着しました。早速技術の清水さんと加山さんが電気系統の心臓部分を開けて確認してくださっています。このお二人は AC/DC のプロとのことで、テキパキといろいろな部分を確認していきます。私は邪魔にならないように気をつけながら、初めて見るサイドシートの中の装置を覗き込んでいました。外部電源からの入力も、ソーラーからの入力も、走行充電からの入力も全て電圧的に問題がなかったんですが、サブバッテリーにつながっているこちらの部分のコードが焦げているのが発見されました。こちらのプラグが1ミリぐらい手でちょっと動いたかなとのことでしたが、コードはこのように焼けている感じです。熱く熱を持っていました。ものすごく緩んでいたわけではないけれど、ちょっとしたこの緩みが原因で焦げてしまったのかもしれないとのことで、このコードを取り替えてサブバッテリーを再び充電してみよう。そして満タンになったらエアコンなどをかけて負荷テストをして、熱くならなければ大丈夫だろうという診断がひとまずされました。コードを変えてサブバッテリーに充電をしている間に、技術スタッフの小林さんにお会いすることができたので、扉の開け閉め結構硬いんですよと相談したら、どれどれと言って見てくださって、当たっている部分を削って修理していただいたので、扉の開閉が楽になりました。また、
室内の中で開閉式の椅子の部分があるんですけれども、そのネジの部分が外れていたので、それも取り替えていただくことができました。感謝ですね。ひたすらサブバッテリーが満充電になるのを待ちましたが、あまりにも充電がされないので、リチウムのサブバッテリー自体が壊れている可能性もあるなということになって、新しいリチウムのサブバッテリーと交換してみることになりました。実際交換して、外部電源、ソーラー、走行充電から、充電を開始したら、新品のバッテリーですから、もう、20分ぐらいで満充電になりましたね。90% 以上は、充電された状態とのことでしたので、早く満充電になりました。そこからエアコンをかけて負荷テストをしましたけれども、バッテリーもコードも熱くならずだったので、とりあえずこれで様子を見てみようということになったわけです。今回の原因は何が原因だったのかは今のところよく分かっていません。プラグの緩みなのか、サブバッテリー自体の個体差で問題があったのかなど分かっていませんが、外したサブバッテリーは今調査されているそうです。私の乗っているレガードは2022年モデルで、ベース車が新型カムロードになった第1号車でもあるため、今までのレガードとは違う設計になっています。もちろんバッテリーも以前から変わっていますので、未知の不具合が起きる可能性はあるかなと思います。できればない方がもちろんいいんですよ。いいですけどね。ただ不具合が起きた際にきちんと対応してくださるので、安心して乗ることができます。以前お友達から LT キャンパーズさんはアフターフォローがしっかりしているから安心だねと言われたことがありますが、本当にその通りだなと思いました。2023年、2024年、2025年と毎年毎年少しずつアップグレードしていくレガードも、今回のこのような問題を調査されて改良された内容が盛り込まれていくのだろうなと思っています。とっても楽しみですね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。次回は静岡県の用宗で行われた約60台ぐらいのキャンカーが集まったオフ会をお届けする予定です。次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。